こんにちは、快適アートです。この動画は作業しながらまったり雑談する動画です。パソコンで線画の書き起こしをしながら、最近私がどんなことをやっていたかとかをいろいろ話していこうと思いますので、お時間ある時にラジオ感覚で見てみてください。私はアナログで絵を描いてるんですが、去年から今年にかけて線画の企画でたくさんデータを作るので、デジタルで絵が描ける設備にめちゃくちゃ投資しました。パソコンは HP のタッチスクリーンのノートパソコンを液タブみたいに使ってます。こんな感じで折り曲げてやるとタブレット状になって、これを XP ペンのこういうスタンドに立てかけて使います。これちょっと角が痛かったんでマスキングテープを貼ってあります。ボタンをピュッて押すと角度を無段階で調節できるスタンドになってます。なんか譜面台みたいな感じです。使ってるのはクリップスタジオっていうお絵かきソフトなんですけど、これがクリップスタジオタブメイトっていうリモコンです。ボタンがすごいたくさんあるので、自分で使いそうなやつをカスタマイズして使っています。で、右手にはこのパソコンの付属のペンを持って描いていきます。で、こういう手袋をつけないとタッチしちゃうので、エレコムの2本指グローブ、これを使っています。私意外と手が大きくて L サイズでした。M サイズも買ったんですけど、なんか指が大きかったのかビリって破けちゃって入れるときに、それで L サイズを買いました。結構大きめの手の人は L サイズになると思います。女の人だと M が多いと思います。で、こんな感じでクリップスタジオっていうソフトで書いていくんですけど、左手のこのリモコンがね、もう革新的に使いやすくて、これで動かしたりしながら描いていく感じですね。消しゴムとかも割り振ってるので、いちいちこの左の方にあるメニューバーとかあんまり触らなくても描ける感じです。ちょっと今回はね、この2ページ目になるんですけど、線画の塗り絵で言うと1ページ目ですね。この絵を線画の描き起こしをしていきます。なんで書き起こしをしているかというと、ちょっとこの辺り見てもらったらわかると思うんですけど、これ白黒日っていう、もう白と黒しか色がないモードで書いてて、で実際の水彩紙に筆で描いてるやつをスキャンしてるので、こういう感じでね、ちょっとざらつきというか、これが味になるかなと思ってそうしたんですけども、途切れ途切れになってたりしますね。で、この途切れ途切れのやつがちょっと転写する時とかに紛らわしいというか、どこまでかなってなるとあれだなと思って、いつもと同じように、いつもっていうのは、5万人記念とか10万人記念でも線画配布してるんですけど、その時と同じように書き起こしをしていこうと思って全部今からしていきます。今日はその第1個目ですね。2ページ目になるんですけども、この絵を書き起こししていきます。原画がこんな感じで白黒ニッチになってて、ザラザラしてる感じになってるんですが、印刷したのを見ると本当に本物とどっちがどっちだったかなって並べると分かんなくなるくらい筆の感じが出てるんですよね。なのでそれはそれでいいし、それを製品にしたかったのでそうなんですけれども、転写をしてもらうっていうことと、デジタルの場合はあんまり細かすぎると多分色塗りとかする時に困るんじゃないかなと思って、私あんまりデジタルが詳しくないので分かんないんですが、あんまり細かすぎたらあれなのかなと思って、そういう途切れ途切れになってたり、ちょっと細かいニュアンスみたいなその筆の処理がしてあるところは書き起こしをしていくことにしています。まつげとかは特に細い線で描いてるので、その水彩紙に描いた墨の線って結構顕微鏡で見るレベルなんですけど、顕微鏡で見なくてもわかるかな、虫眼鏡くらいかなで見るとわかるレベルなんですけど、ガタガタしてるっていうかゴツゴツというかざらつきペンみたいな感じなんですよね。なのでそれを綺麗なこの丸ペンのシュッとした線でなぞりやすくしていきます。あとこういう眉毛のとことかもちょっと本数減らしてやっぱ転写する人のことを考えたら結構線が多いと疲れちゃうので、ちょっと減らしたりしています。
あとその線に強弱がついてるので、その強弱の内側を取るか外側を取るかでちょっと顔の形とか表情とかってめっちゃ変わるんですよね。なのでその線の強弱によって転写した時にちょっと変わっちゃうみたいなことが少ないように均一な線に描き直しています。メインチャンネルの方でアップした動画でお伝えしたんですが、この今動画を上げている快適アートサードっていうチャンネルは今後線画企画に関する情報発信をしていくチャンネルにしようと思っています。発売とデータ配信の始まりが3月から4月の間になると思うんですけれども、それまでの間にもちょっとずつ動画をね上げていこうと思っているので、お暇な時になんかこんなことをしてるんだなぐらいな感じで軽く見れるものを上げていくので、もしよかったら見てみてください。チャンネル名が快適アートサード塗り絵カラーリングブックっていう風になってるんですけれども、クマみたいなね、何かよくわかんないクマみたいなアイコンのやつが塗り絵の専用チャンネルになります。ちょっとねチャンネルをこう移行するというか、今までずっとメインチャンネルで発信してきたことをサードチャンネルに突然移行すると皆さん情報が見つけられなくなっちゃうんじゃないかなと思って告知をちょっとこまめに入れてるんですけれども、発売日とかの最終告知はまたメインチャンネルの方でします。それはこういう細かい告知をもしかすると見落としてる人もいると思うし、そういうことがないようにちょっとこまめにね入れていくので、ちょっとそれ一回聞いたなと思うことでもねもしかしたらあるかもしれないんですけれども、何回か発売までに告知を入れていきます。なのでメインチャンネルの方も結構大事な告知入れるので、同時に見ていただけたらと思います。10月くらいにお話をオリオンさんという紙のメーカーさんとお話をして、それでそういうの作れますよっていうことだったので、じゃあぜひっていう風になったんですけれども、それで考えたらもう4ヶ月5ヶ月発売まででいくと5ヶ月くらいかな経ってるんですよね。で結構長いじゃんと思うかもしれないんですけど、その間そのメインの動画とかも上げつついろいろとねやってたので、案外時間がなくって、もうそのデータを入稿するってなる時とかって締め切り前の漫画家みたいになってたんですよ。もうなんか徹夜もしたし結構大変で、オリオンさんには申し訳なかったんですよ。日付とかもちょっとね伸ばしてもらったりして、自分が思ってる以上に時間がかかっちゃって、でももう妥協せずに作ったので、デザインとかもボツになったやつとかもあるし、そういうのでちょっと予想外に時間がかかっちゃって、でなんでそんなに時間かかったんだろうなと思ったら、私キラキラ水彩イラストメイキングのイラストってだいたい下絵って1日で描いてるんですよね。で描いてるんですけど、あれって着物とかの柄って入れてないんですよね。でそれは描きながらフリーハンドで描いていくっていう風にしてるので、そこの分とかを線画で書き起こして、かつ B5 サイズでみんなが塗れる大きさにするっていうのが結構なんかなんか私は難しく感じちゃって、いろいろねなんか苦戦しました。1日2日でいつも下絵描いてるからいけるだろうと思ったんですけれども、実際私がいつも水彩イラストとか描いてる時って前の絵を塗っている途中からもう次の絵の構想してるんですよね。だから言ったら1週間くらいかな、5日くらい考えてるんですよ、頭の中で。手は動かしてなくても頭の中でもうモチーフとか組んであって何回かシミュレーションしてる状態になってて、それで1日で描けるかって思ったんですけど、1日じゃなかったっていう大誤算がありまして、私は結構シミュレーションが好きなんですよね。その頭の中でイメトレするのが好きみたいな。スポーツとかゲームとかでもすごい頭の中でイメトレしちゃうから、なんか絵も割とその自分が思ってる以上にイメトレの期間が長かったっていうことなんですよね。それでちょっとね予想以上に時間かかっちゃって、今こうやってこれもねもっと早く終わらせておければよかったんですけれども、入稿し終わったのが2月に入ってからでしたので、今から頑張ってこういう風に書き起こしをしてます。やっぱりブックの方を買っていただいて
良かったなって思ってもらうのもそうなんですけど、同時にするデータ配布の方でも綺麗な線画でやっぱみんなに塗ってもらいたいし、転写する人からしたらこう雑なものを転写するのって絶対嫌だと思うんですよね。なのでこう抜かりなくちまちま直しながらこういう風に線を描いてます。それでね、このタブメイトとかこのリモコンですね、リモコンとかなかったらもうこんなに早くできなかったなと思って、今回ちょっと設備をめちゃくちゃ入れたので、それも込みでこういう動画を撮ってみました。すごいね、作業効率がいいんですよね。なんか現実だと消しゴムとペンって持ち帰るじゃないですか。そういうこともまずないし、これだとその左手でポチってやったらもう消しゴムになっててみたいな感じでやってるんで、もしねクリップを使っている人がいたらこれすごいおすすめです。もう世界が変わるって感じですね。デジタル線画の活用法についてなんですけれども、この線画って私はバケツ塗りができたら最高だなって思ったんですよ。何回もこうシミュレーションできるじゃないですか。それでもし水彩で塗る人がいてもバケツ塗りでここのモチーフこれってこうピピピってできたらいいなと思って、で私あんまりね、さっき言った通り詳しくなくって、バケツ塗りに特化した線画っていうのはちょっとよくわかんないんですけれども、できるだけ隙間を閉じようと思ってます。なのでちょっとね、原画の墨で描いたやつよりかはこういうなんか髪の毛の先っぽの方とかなんですけど、あんまりこう開いてたりしないようにちょっと形を変えるところとかも出てくるかもしれません。なんかそれでバケツ塗りができるのかどうかはちょっと私わかんないんですけど、詳しい人がいたらね、もしいたらコメント欄でこうしたらバケツ塗りできますよみたいなの書いてくれたらとっても嬉しいんですけど、なんかそれできたらいいなと思って。で自分も実際絵を描く時って大きな作品とか特になんですけど、色のシミュレーションって一応するんですよね。でやりながら決める分が私は多分7割くらいなんですけど、7割っていうのは最終的な結果に対して7割くらいがやりながら決めたことで、3割くらいが最初から決まってたことみたいな感じなんですけど、そう3割を決めるときにやっぱデジタルを最近使うんですよね。で昔はもう白黒でした。私昔の下絵って大学時代とかって全部デッサンで白黒で描いて、でそれにどんな色がこう見えてくるかっていうので塗っていくっていう感じだったんですけど、なんかそれだとねやっぱ失敗した時のショックでかいんですよね。なので最近というか大学の途中からかな、このクリップスタジオっていうのを入れて、でそこに自分の下絵を写真で取り込むんですよね。でそれにエアブラシを透明度高くしてバーって塗って適当に色の配置だけ決めるっていうのをやってて、なんかデジタルとアナログを混ぜて作品制作してる方とかもいっぱいいるんですけど、なんかそれも楽しいなと思って、なんかデジタルでやって効率がいいのってやっぱ下絵だと思うんですよね。下絵の効率の良さって例えばなんかね、歪みツールみたいなのでちょっとここ変えたいなっていうところをピピってこう歪ませてへっこませたりできるんですよね。なのでそういうのを最近は使いました。なんかまだ試してないんですけど、ピュッピュってこう触ったらそこがへっこむみたいな、なんかそういうやつが使えるようになったっぽいんで、それをちょっと今後はめっちゃ使って効率化していこうかなって思ってます。結局下絵の部分ってアナログでやってもデジタルでやっても割とその構図の問題になってくるので、デジタルでやっていいのかなと思うんですけど、ただ一つ気をつけたいのがデジタルのズーム機能ですね。こうすごく今もズームして描いてるんですけど、アナログだとそこまでしなくていいっていう時とか、アナログだとそれはできないっていうような細かさになってしまうことがあるので、私の場合は一度アナログで描いたものを一度デジタルの線画にするか、
デジタルで描いた下絵を印刷してそれにアナログの線を付け足していくかっていう方法で線画を描いてます。特にこの線画ブックに関しては、そういうやり方で描いてて、ツイッターとか見てもらうとデジタルの下絵段階のやつも多分出してると思うんですけど、デジタルのいいとこはやっぱりね、紙が壊れないんですよね私下絵ってあんまり見せない理由としては、めちゃくちゃ変更していくので、めちゃくちゃな方法で変更していくので紙がボロボロになるんですよ。もう切ったり貼ったり折ったりですね。そんなことでスケッチブックって綺麗な状態で残ってなくって、もうスカスカの歯抜けになって、こういろんな下絵があるんだけど、もうぐちゃぐちゃになってるんで、もう下絵として機能してないんですよ。なくなっちゃうんですよ、下絵が。なので見せないんですけど、デジタルの下絵の場合ってどんだけ消したりしても、どんだけ切り貼りっていうことをデジタルの中でやっても、一面の綺麗な画像になるじゃないですか。実際にやったらもう切り貼りだらけでもうボコボコなんですよねあれなのでそういうところがね便利かなと思って、最近はちょっとそういう風にデジタル使っていこうって思ってます。こんな感じでどんどんデータを作っていくんですけれども、線画ブックの発売後、データの配信後、その時が来たら、どんな、動画を上げていくかというと、1ページ1ページにこういうことをしようっていうテーマを持った水彩解説をしていきます。例えばネタバレしちゃうと、この絵ですね、この髪の長い女の人の絵の場合ははみ出さずに塗ろうですね。本当に初歩的なところから始まっていきます。はみ出さずに塗ろうとか、あとは背景を塗ってみようとか、にじみを使ってみようとか、グラデーションの練習をしようみたいな、一個一個にこういう技法をここで使うといいですよみたいな感じのレクチャー動画になります。なのでもう塗ったことあるよって、水彩でいろいろ描いてますよっていう人は最初から自分の好きな色で塗ってもらって全然いいんですけれども、もし練習としてやりたいなと思ってる方がいたら、色味とかは自分で好きなものをこう構成してやっていくにしても、ある程度ねレクチャー動画を見て、こういう技法あったんだみたいなことも多分あると思うので、見ていただけるとすごい嬉しいです。で、あとはもうどういう風に塗っていったらいいかが全然わからないよっていう人とかも、じゃあ最初ははみ出さずに塗るとか、じゃあそれができたら背景を塗るとか、手順をだんだんと細かくしていきながらページを構成してるので、最初から順番にね、レクチャー動画に合わせてやっていってもらえたらなと思います。こんな感じでだんだんとできてきてるんですが、今日ちょっとね収録ここまでになっちゃったんですけども、これが墨の線画で、こっちが書き起こしをしたものです。ちょっとね線の質感とかが違うと思うので好みもあると思うんですけれども、どちらもそれぞれに楽しみ方があると思うので、お好きな方を使って塗り絵を楽しんでいただけたらと思います。で、次回のこのチャンネル、サードチャンネルの動画は多分ターナーさんのプレゼント企画の絵の具の試し塗りをしてみたいと思います。これねすごく頑張ってというかすごく楽しんで色を選んだので、それをしながら、雑談というか、なんか色の話とかどういう感じで使えるかとかの、ちょっとした動画を多分出すと思います。今日はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとね声が枯れてるんですけども、これは風邪とかじゃなくって、私はだいたい喋りすぎると声が枯れるんですね。普段いかに人と喋ってないかということがわかると思うんですけども、なんか人と喋らないとね声帯って多分縮んでいくので、皆さんもね大きい声で人と喋ってください。もう声がねガラガラになっちゃうので、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。